Hello everyone and welcome back to another episode of a certain scientific accelerator season 1 episode 11. The previous episode was that was something. I expect a crazy fight, accelerator versus whatever that particular thing is. So if you want to see the full uncut reaction to this episode, you can find it on my Patreon in the description below. Without further ado, let's check it out. By the way, where are all the colors? Yes, I didn't comment that in the previous one, but yeah, basically this thing took all the colors. That's a view. Like a flower. 生を冒涜し死をもてあそぶ我らローゼンタールが追い求めた神の姿だ。完全なるコンパクト、完全なる肉体を持つ存在、それが神、それが俺だ。くだらねえな、そんなことはよそでやれ。お前たちも追い求めていたじゃないか。神ならぬ身にて天上の意志にたどり着くもの、レベル6。俺は一切興味ねえ。必死に研究してるクソってら山ほどいるがね。まあ俺としてはその研究が大いに役立ったというわけだ。世界中どこを探してもここにしかないからな。10031の死の記憶なんておぞましいものは。おい、今なんつって。俺が神になるために足りなかったもの、それが1万を超える死の記録、それこそが最も重要な鍵。そうか、お前か。1万31の死の記憶を作った張本人。死んでいった1万31の少女たちの記憶、その全てにお前のことが記されていたぞ。お前がいかに残酷に無慈悲に少女たちを殺したか克明にな。よくもあれだけ殺したものだ。さすがの俺でも無理だぞ。たった一人で1万31人も殺すなんておぞましいことはな。尊敬するぞ。ふざけんじゃねえ。あいつらの死をこんなもんのために。あいつらの記憶は誰のものでもねえ。あいつらだけのもので。しまいで。Is that blood? その力で1万31人も殺したのか。だが俺には通じない。お前が何度再生しようが残らずぶっ飛ばしてやる。 Its ability, its regeneration? 完全な神となるにはもう少し時間がかかる。今のうちにあの間抜け闘士様にも消えてもらおう。私は何も守れなかった。ひるみも失い、残ったのは全ての元凶がローゼンタール家にあるという事実だけ。私は何をした、何のためにここへ来た。私はミサカが観難信仰を乗り越えて作った苦労の結晶、美味しいでしょ。このような時だからこそ、あなたには幸せな夢を見てほしい。これがローゼンタール家の悲願であるならば、これこそが彼らの言う神の姿なのでしょうか。そんなんじゃねえ。こいつはただのクソったれのバケモンだ。ローゼンタールだのなんだのと知ったことか。アドナイ。お前は何がしてんだ。お前の人生お前が選べんだがな。ヒーローのつもりなら救いてえもんを見誤るんじゃねえ。ヒーローってのは救いてえもんに迷わず手を伸ばして全力で走り抜く。お前がその手で救いてえもんはなんだ。そいつがわからねえなら届くもんも届かねえぞ。うちに何かあったらうちのために何かして。約束だよエステルッチ。約束。僕はヒロミの命を守る。お前たちのおもちゃにされて命を落とすなんてまっぴらだ。あった。救いたいもの、守りたいものが。師匠、頼みがある。生と死をもてあそぶあの悪魔、あの化け物を倒すため、私に力を貸してください。上等だ。かと共に戦ってくれ。了解です、アドナイ。ぶっ飛ばすぞあの化け物。お前はそこで自分のしたことを懺悔でもしてやる。何か起
切る前になんとかするじゃん。統括理事会からはまだ許可が出ていない。あれが何なのかも分からず闇雲に突入してどうする。手出しは止められているが監視はするなとは言われてないだろう。お前どうやって先回りして。この学校には僕専用の機材搬入ルートがいくつもあるのさ。それにまだ死ねない僕のひるみをあんなにしたやつを放っておけないからね。ですが本当に倒せるのでしょうか。私にはこの春帝の剣がある。これは頭骨の疑似魂魄に干渉する魔術を封入した剣だ。頭骨にとっていわば専用の毒。剣を頭骨の符に接触させればいいのだが、あのおぞましい体になって符が感知しづらくなっている。全部吹き飛ばせばどうにでもなんだろうが。師匠の力で吹き飛ばしたとしても、疑似魂魄の符が残っていれば体は再構築されてしまう。よくわからねえが、スから叩かなきゃダメってやつか。そういうことなら僕がひるみじゃない、あの化け物のところまで案内するよ。案内するだと、あいつの本体にか。僕の搬入ルートを使えば近くまで行けるはずだ。だが今動いたらお前は。いいんだ、どうせ僕は死ぬ。その前にひるみを、僕の可愛いひるみを取り戻さないと。やるなら急いだ方がいい。僕の研究によると、あのサイズの体が完全体に膨らむまでそう時間はかからない。死ぬ前に善人になるパターンか。罪滅ぼしのつもりか。今さら罪の意識なんかないさ。ひるみは僕のもの、悪魔にも渡せないよ。悪だろうが曲げられねえもんの一つぐらいあんだろ。そういうことだよ。どこの誰がやってんのか知らないけど、一体何のためにこんなことを。怖えのか。大丈夫です。ミサカはちゃんと不安を隠せているのか心配しながら答えます。これは悪党同士の戦いだ。悪党じゃねえお前は黙って後ろにいりゃいい。人の中でちょろちょろしやがって現当主様はお行儀よく待てもできなくて、挙句にご先祖様の邪魔をする気かよ。マジうぜ。やっぱ子孫なんて使えねえな。どうしましたか。なんでもね。勘のいい野郎だ。ああ、うぜえ、超うぜえ。なんでだよ。肉体が肥大化すれば完全な能力が宿るんじゃなかったのかよ。何かが足りねえ。何があればこの体は完璧になる。いろいろ試してみっか。アンチスキルの気配がない。押し返したのか。この化け物のおかげだな。新型の兵器使えるじゃないか。 These guys are dead, right? 今のうちに体勢を立て直す。行くぞ。俺たちは味方だぞ。わかるぞ。進化が加速している。これから足りなかったものはこれを全部取り込めば。Too slow. Slice and dice. アンチスキルの前に私は教師じゃん。助けを求めてる人を見捨てるなんて生徒に教えられないじゃん。仕方ないな。お前たちは。今はやり合ってる場合じゃないじゃんよ。いた後ろ。人命救助も止められてないからな。教師の仕事ってやつを。ああ、もちろんじゃん。死体が動いている。これは疑似魂魄。命も疑似魂魄も存在しない。だがそれでも動いている。神のみがなせる技。 Casual zombies. この人たちは。見えるんじゃねえ。こいつらは一度死んだんだろうが。なら今ここにいるのはただの死体だ。これはヒーローのやることじゃねえ。クソったれの悪党の仕事だ。君のような悪
悪党からヒーローの言葉が出るとはね。深追いするな。距離を取って応戦するじゃん。すごい素晴らしい。これが究極の進化。これこそが我がローゼンタール400年の悲願。ついに俺は神となる。うせえな。いくら倒しても湧いてきやがる。まだこいつの本体につかねえのかよ。反応は近くなっている。体はさらに巨大化し、新たな力も手に入れた。奴の進化は加速している。もう時間がないぞ。 Oh no. こっちも時間はなさそうだな。 And the final episode will be something to protect. I mean, I should have expected that they will take all their time and all the episodes to finish this particular arc. Yeah, this one was not as crazy as I expected, but it had its moments. If anything else, I have a couple of questions. I'm not sure. I don't think they will explain it, and either way, I will finish this particular season right after I finish this particular video. So you guys can put in the comments below all the answers to my questions, and let's start with this. There is definitely some power going on that particular thing is absorbing all the colors from the Academy City so far. I mean, I didn't comment on that in the previous episode, but clearly in this one they touched on that particular matter, so it definitely has something to do with it, right? So I'm not sure why are they draining color from around the place, which is very convenient given that this episode has a lot of bloody parts, and they somewhat diluted the red color in this one, so it just, I mean, it can just rain. It's a normal rain, you guys. But yeah, oh no, whole, like the majority of the episode just like walking through that biological mass of whatever it is. It kind of reminded me something from like Diablo or something like that. Some devil powers, definitely. I am not sure. I mean, definitely they will conclude this episode in the next one, but yeah, just like stab, I guess with that particular knife or sword, you need to stab or destroy the talisman, I assume, right? Which originally is in the mouth, right, on the tongue, but given whatever this particular thing can do, it can be anywhere. So yeah. Also, the next question: is there any reason for this particular guy, or it being whatever it is, having one eye always closed? I'm not sure. Why is it only one eye opened? Does that have to do with anything, or just stylistic choice of showing what is true evil or the true villain in this case? I'm surprised that Hishigata is moving and still alive, and I mean, okay, I forgot what was the estimated time of his death. That I believe was said like in the was it in the 10th episode? I'm not sure, but he should like die before noon or something like that. I'm not sure how are we if we are actually going to see him die. I mean, the story would conclude in a way, right? With Hirumi and Hishigata being dead after this, alongside the devil, and the soul being again back to Esther's possession. But this whole thing is like, where are the other characters? I mean, at this point, the thing that big should
clearly be somewhere noticed, right? I'm not sure what is Toma or Misaka doing at this point, but they definitely would be like, what is going on there? Okay, I mean, I guess it was said that it's in, not sure which district, but is that particular district very far away on the other side of the Academy City, that the other characters that we know are not, I guess, in this particular situation, or I guess in the neighborhood, let's say that. Is there any more questions? I don't know, those are the main things that I'm curious about. So yeah, I don't know, didn't comment much on this one, but definitely was gruesome. I mean, it was an episode that Accelerator doesn't have any problems whatsoever. If anything else, I am very afraid of sister being hurt even more. I'm not just physically but mentally. She really is not accustomed, or I mean, which is interesting, right? The sisters went through so many gruesome deaths by the Accelerator's hand. At this point, I would say they should be like accustomed is a really bad word to use, but I mean, used to seeing that, right? I mean, they died a lot of times, that's why I'm surprised I mean, this particular sister is like still very afraid of everything. But I mean, don't get me wrong, I like that she is scared. That's normal. That's a completely normal thing, of emotion to have, right? Which is understandable and everything, and given what sisters were from the get-go, all the clones, and now actually we have a sister which is showing some sort of emotion, given that she is afraid of what actually is going on. I can completely get behind that. The other girl is just following the orders. At this point I forgot the name. And Esther is, I guess, trying to protect that pinky promise that she made with Hirumi. But yeah, that's all I have for this one. So I don't know, let me know what you think in the comments below. If you like this one, give it a thumbs up, and if you're new to the channel, subscribe, click the bell for notifications to be informed of my next reactions, gameplays, reviews, and other things you guys put in the comments below for me to check out. And I will see you in the next one. Bye! And now a special thank you to Kevin Wallace, Chad Shipman, and Reds Racer for additional support on my Patreon.